こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、こちらは BMW X5 の左前輪に寄った映像になります。この高いキュッキュという音を聞いていただきたいと思います。いや、軽快になっておりますね。参ったということなんですけども、この割と地面が悪いところを走っていたんですが、先日このこの前輪からイオン化をするという動画を上げました。で、ローターとか、あとはキャリパーのブレーキ引きずりがあるのかなと思いながらいろいろばらしていたんですが、特にそこに異常は見つかりませんでした。そしてしばらく走っていると、ブレーキをかけた時とかそういう時に限らず、ちょっとね、段差で音がしているということに気づきまして、このブッシュ周り、サスペンションのコントロールアームとかそこあたりかなと思いまして、今回はその必要なパーツを買おうと、そういう回でございます。こちらは右前輪にカメラを向けて鳴らしていますが、やっぱりこの左前輪から音が聞こえているようです。こちらですね。こちらが左前輪になります。そして次にカメラを向けるのはこの左上のこのジョイントブッシュあたりです。ここから音がしているのかなとか、いかがでしょうか。ご覧になっている方、詳しい方いらっしゃったら教えていただきたい。この誰かにね、この上で揺らしてもらって自分がここあたりに耳を近づければいいんですが、一人でやってるもので友達作らないといけませんが、わからないんですよね。ボンネットの上で聞いててもここあたりから聞こえるのは確かなんですが、もうコントロールアーム類が多すぎてどのブッシュなのかが結局特定することができず、見た目でもうブーツがひび割れてたり裂けてたりっていうのがあれば、そこだろうとわかるんですが、外観はそこまでというか全く目に見えてわかるような不具合というのはありませんでした。ということで、外をこう運転している時の音の聞こえ方もうね、すごいですよね。 BMW に乗っておきながらこんなオンボロの音を出して恥ずかしい限りですが、前の動画でも言いましたが、もう自分としても慣れすぎてしまって怖いんですけども、自分が怖いんですけどもほぼ気になってないというね。すぐパーツが届き次第、今回するんですが、届き次第直しますが、慣れというものは怖いものでほとんど気になっておりませんやっぱりこの最初はブレーキをかけるタイミングで音が鳴っていたので、先ほども言いましたようにブレーキ周りに不具合があるんだろうかと、すごいめちゃくちゃ気になってもう不安でしょうがなかったんですが、こうしばらく乗っているとやっぱりブレーキをかけたタイミングで前方に荷重がいくので、そのタイミングでブッシュ周りから音が出ているんだなということが分かりました。はい、ではもう寄ってこのカメラを寄せて今外を走っている状況を映しておりますが、外から見ただけじゃね、わからないとは思うんですけども、ちょっとあえて少しコンクリートがガタガタなところを選んで走ってみました。やっぱりこう低速からこう加速するタイミングだと車体後方に力がかかるので、
こっちのサスペンションあたりは特に音が鳴らないんですよね。でちょっとスピード乗ってきてアクセルを離して、そして50、50で体重がかかるようになると、こうサスペンション周りからね音がしだすという。はい、キューキュー言ってますね。やっぱり減速をしだす頃にはやっぱり音が結構大きくなり、そしてちょっと段差のような凸凹を乗り越える時とかにはガタンと音がしております。このなんでしょう、ショックというかコイルあたりが悪くなるとこういう音がするんですかね。僕はもうこれブッシュかなと思う。結構ほぼほぼ十中八九そうかなと思っているんですが、どうでしょう。こういった音に詳しい方まあ X5 だったり BMW のサスペンション周り、足回りのこういった修理をもうされていらっしゃる方、もしアドバイスいただけたらコメント欄で教えていただければ嬉しいです。はい、ということでもう一度下のね足回り内側から撮ってみたいと思います。走行しているその動画を、そのカメラを下に設置して撮れたらいいんですが、ちょっとね怖いので、次できたらやりたいと思いますが、一応停車している状態で撮ります。一応ねこう揺らして、手で揺らして、そこまでそのブッシュがもう悪くなっているとはいえ、手で動かして音が出るほどやっぱりね簡単には作られていないので音がしません。なので難しいですね。このブッシュ近くにテコの原理でバールとかをね差し込んで、そのガタつきとかを見ればいいんですが、バール的なものが手元にないので、鉄パイプはあるんですけどもね、うまくこのチェックできず、手で揺らして、どうだろうなって言ってます。バイスプライヤーとかもねあれば、ロッキングプライヤーですか、それでねやればいいんですが、それも持っておらずこうやってね上から揺らすのみという、そして悲しい音が辺りに響き渡っておりますが、映像を見てわかるという方いらっしゃったらね教えていただきたい。で一応この商品パーツをオーダーしようという風にもう決めたんですけども、いっぱいあるんですよね。このスラストアームと言ったり、コントロールアーム、ローワーアームとかいろんな呼び方もあって、結構そのどのパーツをオーダーすればいいか、自分がこのブッシュ周りの経験があってもこれだともう分かればオーダーしやすいんですけども、ちょっとその絞り込みが結局できませんでした。ということで、いつものように eBay でもうとりあえず一番壊れるであろうと言われているアームから先に攻めていけばいいんじゃないかということで、といってももう14万キロ近く走っているので、おそらく前のオーナーさん変えていないと思うんですね。なので全部徐々に一新してもいいのかなということで、今回はセットで購入することにしました。購入したのはこの商品です。このコントロールアーム系、ローワーアームですねの
4本セット左右2本ずつ、一番このブッシュ周りがやられやすいと言われている X5 の E70 ですねのものを購入しました。すべて込み込みで込み込みで260ドルぐらい、カナダドルなので日本円だと2万円あたりでしょうか。そのくらいで購入しました。パーツナンバーもちょっとね小さくて申し訳ありませんが載っていて適合しましたので問題ないかなと。でこれはアメリカからカナダに輸入しますのでちょっと時間はかかりそうですね。そしてこの一番最初のページには商品価格とあと送料が書いているんですが、下の方に行きますとこの国境を越えますので関税もかかっていきます。 eBay で買われる方に一つ豆知識といいますか、この関税がねこの一番ページの下の方に載っていますが、その分も最終的にかかってくるので、その点もこういったパーツを輸入するときには注意点として覚えておくといいと思います。はい、ということでこの商品を購入したので2週間から1ヶ月ぐらい、アメリカからだとそこまではかかないと思うんですけどね、2週間3週間ぐらいで届いてくれればいいかなと。それまではこのキュッキュする音とともに逆にこの音がしなくなると寂しくなるぐらいしばらく付き合わなければいけない、そんな感じでございますが直していきたいと思います。ということで今回の動画参考になったかはちょっとね自信はありませんが、何かご覧いただいている方で詳しい方いらっしゃったらアドバイスいただけたらと思います。はい、ということでこのパーツが届き次第修理に移っていきたいと思います。この続きの修理動画が見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。